西安宗家餃子本の峰正人です。今からまかないを作ります。よろしくお願いします。
ニラ取ってください。ごめん。
はい、まかないいただきます。まかないいただきます。めちゃめちゃお腹すいた。あ、こぼしちゃった。辛いかな。今日は刀削麺。西安独特な麺料理の中の麺種類の中の一種類刀削麺をいただきます。しっかりまんべんなく混ぜ混ぜ。黒酢も生えてるんで食べやすくなると思います。夏バテにすごくいいので。よだれ出てきた。いただきます。ちょっとだけ濃いかな。まあでもニンニク効いてて美味しい。大満足。やはりこの生ニンニクあったらまたこのまま麺と一緒に食べたら最高。今日は麻婆天津チャーハン作ったんで、豆腐の下に卵、ふわふわの卵、その下にチャーハン、すごい豪華版で、最高。食欲ない時はこれ食べたら
自家製の漬物さっぱりでお酢が効いてて、この正面最高です。刀削麺おいしい。ああ、ほっとする。店長、ノンアルコールもらっていい？ありがとう。じ、うん。ちょっと濃いだけ。じ、おしぼりも。じ。お腹すいたね。お腹すいたね。朝からずっと。いや最高。久しぶりこんな豪華に食べる。これはだからこのビール大好きなお酒やめたんで、たまにはノンアルコール飲んでお酒も飲んだ気分になるんで、ニンニク元気になるな。マグニちゃん最高よ。はい、ごちそうさまでした。美味しかった。いっぱいいただきました。さあ仕込みしましょう。鶏肉をカットしたいんですけど、はい、お願いします。ちょっと片付けして胸溶けそうですよね。今日も似てると思ったよ。はい。一回帰ったらいけるけど。あ今から鶏肉をカットします。唐揚げ用の鶏肉です。
大丈夫です。ああ、スープ入れてあげます。はい、大丈夫です。巻物さん。今日は麻婆天津丼。麻婆天津丼ですけど、普通は、白ご飯ですけど、今日はちょっと贅沢バージョン。たまには白ご飯からチャーハンに、変わりまして。パラパラのチャーハンに天津飯用の卵、ふわふわの卵を乗せて麻婆豆腐かけたらさらにダントツもっと美味しくなるんで、はい、たまにはちょっと今日も忙しかったんですし、たまには自分自身にご褒美というか、はい、に作りました。はい、で昔自分バイトの時代大体会社か店の決めたものを食べさせる。で自分店出してからずっとこの7年間みんな好きなもの食べてくれたら注文したら食べたら嬉しいかなと思って幸せになるかなと思って好きな量好きなものを食べていただく。はい、で今日の麻婆天津チャーハン自分がバイト時代は作ってたものなんで、それもう一回それを作って昔の自分のバイト生活を思い出すの思いもあるんで、刀削麺といえば西安の代表的な麺料理の中の一種類なんで、本当は硬い生地を作ってから固めて板に乗せて包丁みたいなヘラで削っていく。今はそういう技術すごくいるんで、それがなくて、普通の乾燥した刀削麺を茹でて熱いの油で好きな具材の上にちょっとかけてニラとかネギ、ニンニク、唐辛子、山椒かけて食べていたら、それは西安すごく有名な食べ方の一つなんで、特に山椒と唐辛子しびれさと辛さは違うんで、山椒は発汗作用とか新陳代謝には効くんで、うち西安なんで麺料理がすごく人気というか、必ず毎週1回いろんな麺料理作ってくれた。その中の一つはこのやり方なんで、それも小さい時の思い出もあり、麺を茹でてパッといろんな好きな具材を乗せてもうすぐ食べれる。すごく小さい時から好きなんで、はい、中華はやはり火力勝負なんで、火力弱すぎると香りとか出ないし、で一瞬食材の水分を蒸発させないと美味しくならないんで、それでこのパワーの強いコンロを買ったんで、1台2口の場合は100万以上かかるんですよ。やっぱ料理の美味しさは全然違うんで、はい。そうで一番のやりがいは美味しいで言われた瞬間、自分にとって一番幸せかなと思って、それとプラスもう一言「また来ます」で言われたらもっと嬉しくと思って、そう言われたらやってよかったね、ここまでやってきてよかったねって思って、ずっとこのまま今まで頑張ってきたんで。西安宗家餃子坊店長の平松です。今からまかないを作ります。
た。ちょっと折りますね。いただきます。
こう食べてる方が綺麗に見えるかなと思って気を使ったんだ。全然普段三角食べなんかせへん。おかず米、おかず米、米、おかず米。今日はどうでした？おかず米、スープで漬物かじっておかず米でスープ。せへんせへん。カメラ仕様にしてくれたんです。ダメらしいよ。よそ行きよそ行き。よそ行きよ。酢豚の甘酢。店のメニューで一番好きやから。マジで今まで酢豚をあんま食べてこうへんかって。でここの店で働き出して初めて酢豚食べてからめちゃくちゃハマって、よその店の酢豚が食べられへんくなっちゃってぐらいハマってて、めちゃくちゃ美味しい。昨日も酢豚食べた。そもそもタレが美味しい。まずタレが美味しいのと、酢豚のお肉自体も柔らかいし、その衣もカリッと揚げてあるから、噛んだ瞬間はカリッと、でも中は豚肉がふわっとしてて、どこよりも美味しい甘酢タレと絡んでご飯にもお酒にもめちゃくちゃ合うなって僕は思うから、これはもうぜひおすすめしたい。と思いますね。5年目のはず、多分。5年目。5年目です。ショートもお願いします。これ以上有名になったらどうなるの店。ねこれガリガリなんちゃう。ないか。ないか。ないか。店は7年目になりますね、今年は。来年で8年目に入るね。だから次で丸7年になる。丸7年になるからね。丸7年の8年目に入る、ね。2人いたらめちゃめちゃ元気なんで、まあね、とりあえず元気もらうように。ザ・関西っていうノリは味わえると思いますよ。あとはやっぱり町中華とはまたちょっと違ったオーナーが中国の方やからこそできるメニューとかってやっぱあると思うんで、そういった意味では普通の町中華とは違ったものを召し上がっていただけるかなっていうのは思いますね。辛い料理もあるし、北京料理もあるし、四川料理、広東料理、いろいろミックスしてるんで、僕今まで経験した店とか、もう向こうの経験とここの経験、いろんな店回って一番いいところを取り入れてこのメニューを作ってたんですね。もう自分の正直もう 100% 以上のものを出してるんで。まあでも日本人じゃ思いつかんようなものやと思います。やっぱりそもそも使う調味料だったりスパイスだったり調理法だったり、日本の家庭料理なり和食なりこう一般的に浸透しているものじゃないものが出てくるから、だからなんていう町中華っていうと日本人の作った中華料理ってイメージがあるじゃないですか。でも中国料理って言われたらなんか中国の料理、日本人は合わない人もおる、そこのちょうど間、を取ってるイメージが僕にはありますね。来たら元気になれるパワフルなお店です。またお店で待ってます。